のローマに到着しました。今から電車で空港から市内へ向かいたいと思います。テルミネ駅。これ遅いのかな。1人14ユーロ。派遣されてる。結構空いてるね。めっちゃいい景色だ。なんか木が。ね、こんな平らな土地でさ、こんな自然広がってるとこってあんま見る。木の形がマレーシアと違う。なんかアフリカのサバンナみたいなやつ。40分ぐらいでテルミニ駅着きました。大丈夫？テルミニって書いてある。ローマテルミニ。インドテルミニ駅着きました。ちなみになんですけど、この駅かなりスリやひったくりが多いらしいんで気をつけないといけないみたいです。なんで今持ち物とかも服の中にこういう風に入れてたりとか、GoPro もめっちゃ手首と繋いだりとかしてます。すごい初ヨーロッパなんですけど、初めてこの景色を見ました。やっぱり建物が全然違くて、なんだろう、ローマらしいですね。すごいね、あの辺とかめっちゃ綺麗です。マクドナルドとかもほらめっちゃね、都市景観やっぱりいろいろ気にしてる感じなのかな。綺麗。ちなみに今1月後半なんですけど、日本よりも暖かいですね。11月中旬ぐらいで日本よりも1枚上着なしぐらいの感じで過ごせるかなと思います。今からホテルまでバスを使って行きたいと思います。30分ぐらいで、ホテルの近くまで着きました。結構いいとこですね。結構すごい道ですね。いいね、この裏路地。夜怖い。夜ちょっと暗いかもね。気持ちいい感じ。お、すごい。あれなんだっけ、なんて場所だっけ。サンタジロ城。サンタジロ城。すごいね、この通り。面白い。静かやね。あんま人がおらんね、思ったより。オフシーズンやからかな。ホテルがここみ
通のアパートみたいな感じなんですけど、多分この一室が貸し出されてるみたいな状態なんだと思います。でこちらのホテルなんですけど、暗証番号で開くらしいですね。開きました。結構古い感じですね。昔の建物ほぼそのままみたいな感じですかね。結構年季が入ってます。でこちらがゲストハウスですね。ここも同じ風に暗証番号で開くみたいです。面白いのがこの中でいくつか部屋があって、はい、ゲストハウスになってるっぽいですね。ゲストハウスって言ってもほぼホテルなんで、トイレ風呂もちゃんとついてて綺麗なんですけどね。でこちらが今回の部屋ですね。結構綺麗ですね。ベッドも広くて、あとリビングみたいな感じの空間があるのでゆっくりくつろげますね。ホテルならもうベッドとソファ一つぐらいしかないんですけど。で窓から見える景色が結構面白いですね。こんな感じですね。もうこのヨーロッパの建物の中で今日は泊まれるっていう感じですごい嬉しいですね。でバスルームがこんな感じですね。結構綺麗ですね。多分リノベされてるんだと思うんですけど、緑色のが基調になってます。ヨーロッパ結構このトイレ2つあるみたいな感じで、これが確かビデっていうんですかね。なんか洗う場所ですかね。ちょっとなんて言うのか分かんないですけど、と普通のトイレみたいな状態ですね。でお風呂はシャワーだけですかね。はい、こんな感じになってます。ちょっとせっかくなので周辺をお散歩してみたいと思います。今コロナリ通りっていう通りを歩いてるんですけど、すごいおしゃれで可愛い店多いですね。カフェとかもありますし、洋服、レザー系のですね商品取り扱ってる店とか、あとグッズ屋さんとかありますね。めっちゃ可愛い店ありますね。これなんだっけ、お風呂ダックっていうんだっけ。ガーガーダック。もうなんかいろんな種類のやつがありますね。可愛いですね。ピザ職人おるよ。シスターとかも。受けて。でもこれ中指だから、これ中指立ててちゃんと。すごい、なんかどの路地見てもおしゃれやな。なんかところどころ結構この個人のスーパーみたいなのもあります。ちょっと後で行ってみたいなと思います。で歩いてたらちょっと大きい広場に来たんですけど、これがサンサルバトーレラウロっていうインラウロっていう教会みたいですね。結構周り公園みたいになってて、いろんな人遊んでますね。憩いの広場的な感じだから。ビアレッティって店か。
エスプレッソ専門のお店みたいですね。エスプレッソマシン屋さんかな。すごいですね。このエスプレッソマシンがめちゃくちゃおしゃれで可愛いですね。普通こんなデザインない感じですけど、めっちゃおしゃれです。ノースフェイスとコラボした。ノースフェイスこれ。ノースフェイスとコラボした。ああでもこれちょっとアウトドアっぽくていいな。ノースフェイスコラボ。外でも使える。なんかさ、このサンタさんみたいなやつよくない？これこれは多分イタリアのナンバーワンみたいなのしてる。方のおしゃれ。今日散歩してたらナボーナ広場っていうところに来ましたね。綺麗やな。ここも結構広い公園みたいな感じになってますね。で結構ご飯食べる場所があったり、なんか物を売ってたりとか、いろんな人いますね。ちょっと今5時で、何時？ 5 時ぐらいか、夕方なんですけど、もう結構暗いですね。僕たちマレーシアから来たんで、年中夏なんで、まだマレーシアだったらだいぶ明るいんですけど、久しぶりにこの冬の感じが懐かしいなっていう気がしてます。これがナボーナ広場の塔ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。この建物は何だろうな。カテドラルとかわかんないんですけど、なんか綺麗ですね。いいですね。ストリートミュージシャンもこの広場何人かいて、これは多分サントゥールっていう楽器ですね。ピアノみたいな弦を直接ああやって弾いて出す音楽ですごい綺麗ですね。焼き栗のお店があったので、焼き栗食べてみます。値段はスモール、ビッグ、ミディアムみたいな、一番小さいのが5ドルですね。中間のが8ドルで、でかいのが10ドルみたいな、一番小さいものを買ってみました。うまい。香ばしい。一個ちょうだい。あ、すぐ剥けるよね。どうかな。どうかすぐ取れるわ。あったかいですね。めっちゃ美味しい。ホクホクで、めちゃくちゃ自然な甘さ。香ばしい。香ばしくて美味しいです。ちょっと気になったカフェがあったんで、ここまで来てみました。このカフェ結構本格的なエスプレッソとかやってるみたいで、豆とかもしっかりこだわったものが置いてあるみたいですね。どれって言ったっけ？これ？これとこのリモーネでしょ。店外のですね、イートインというか席のところで食べようと思ったんですけど、なんかここで食べる場合はウェイターの人が注文取りに来てくれるみたいですね。あとはなんかスタンディングで食べるところと、あとお持ち帰りがあるみたいでした。イタリアはこんな感じで、カフェというよりもエスプレッソバーっていう名前のようなお店が多くて、なんか立ち飲みとかでエスプレッソをカット飲んで気合い入れて仕事に行ったりみたいな、多分そんな文化があるような気がします。今17時49分なんですけど、なんか鐘が鳴り始めましたね。はい、
エスプレッソとあと注文したお菓子来ましたね。美味しそうですね。イタリア飯やね。イタリア飯。いただきます。砂糖入れるんやっけ。まあ一旦生で飲んでみよう。エスプレッソから飲んでみます。ああ、いいね。砂糖入れる。うん。しっかり。なんか苦いだけじゃなくてちょっとさ、なんだろう、酸味というかさ、コクが深いような味がしてるね。でこっちお菓子ちょっと食べてみていい？もちろん。じゃあこれ食べてみます。美味しそう。クロワッサンみたいな。さそう。パリパリしてる。おいしい。中のさ、量すごいね。しっかり入ってる。美味しい。ホワイトチョコって書いてある。なんかさ、チロルかなんかでさ、なんかこのホワイトのやつあるじゃん。ある。あれの味がすごいへーみたいな味がする。でも美味しい。結構甘くて美味しい。でも、これちょっと食べてみていい？こエスプレッソ。れアーモンドかな？多分周りアーモンド。周りアーモンドで中がレモンか。レモンのクリーム。美味しいこれ。これすごいザクザクでさ、でしっかりレモンクリームって感じで美味しい。バリバリこれ。しっかりナッツの味もするね。合うわ、その苦味が。結構砂糖入れたのね。砂糖入れたんですよ。砂糖入れた。甘いのも美味しいね。はい。さっきカフェ行ったばかりなんですけど、お腹減ってきたので夜ご飯に行きたいなと思います。どこ？ここ？あ、ここ行こうと思ったとこなんですけど、結構多いね。入れるかな？ちょっと見てみよう。ちょっと飛び込みで予約なしで来たんですぐには座れなかったんですけど、なんかこちらのバーカウンターの方でお酒でも飲みながらちょっと15分ぐらい待って席が空いたら案内してくれるとのことだったので、ちょっとお酒でも飲みながら待ちたいなと思います。とりあえず最初にペローニっていうイタリアのビールを注文しました。なんか2つあるみたいで、今蛇口ひねってる方がレッドビールで、右の方が白の方が普通のビールみたいです。Thank you。これが普通のペローニの方で、これがレッドビールの方です。じゃあ乾杯。乾杯。めっちゃ軽い。水ぐらい軽くてサラサラ入ってきますね。喉越しすごく良くて、あんまり炭酸も強いって感じなくて飲みやすいですね。あ、こっちの方が重いね。こっちの方がもうちょっとコクというか麦の味というかちょっとどっしりしてて飲み応えもある感じです。こっちの方が甘みあるんで結構しっかりしたビール好きな人はおすすめですね。軽いビール好きな人はこっちって感じですね。10分ぐらいして席空いたみたいで、今外の席ですねに案内してもらいました。レストランですけど結構あれですね、ヒーターとかあってだいぶあったかい感じになってます。ブルスケッタ and vegetable Yeah. grilled vegetable. grilled vegetable。どれだっけあと？Rigatoni alla matriciana. No, alla matriciana, no. Alla gricia. Gricia. とりあえず飲み物を最後に買いました。ペローリのビッグサイズとイタリアもいいとか、イタリアもいい。すごいおしゃれやな。すごい、オレンジみたいな。
乾杯。乾杯。美味しい。美味しい。あ、美味しいね。飲んでみます。これ、一部のコーラ。ずっとしたらあかんね。めっちゃ美味しいね。めっちゃ美味しい。なんだろう。結構甘いね。甘いけど、オレンジの甘さと、あとミントがめちゃくちゃ効いてるね。一気に注文が来ましたね。これがなんかローマオリジナルのチキンとトマト煮込みみたいなやつで、これがブルスケッタですね。フランスパンにトマトとかいろんなやつが乗ってるやつで、これがグリル野菜と、これがリガトーニの牛ベーコン。牛ベーコン、まあカルボナーラみたいなやつかですね。ちょっとパスタから食べてみます。これがリガトーニっていうショートパスタですね。結構プリプリして美味しいパスタなんですけど、食べてみます。うん、美味しい。これ牛ベーコンか。うわ、ベーコンが美味しいね。結構これ歯ごたえがあって、あとアルデンテなんで噛み応えがあって、中は柔らかいけど中はちょっと芯が残ってるような感じで美味しいですよね。で、このベーコンの味がすごい美味しいですね。ちょっとなんていうかな、油の旨味というか油の臭くて美味しいような感じがあって、しっかりなんだろう、味が濃くて美味しいですね。で、味は結構あっさりなんですけど、塩分とかはしっかり出てて、本当にシンプルで美味しいという味です。で、これがブルスケッタですね。フランスパンの上にこういう風にトマトのサラダが乗ってるのがブルスケッタなんですけど、これミックスでいろんなやつが乗ってるみたいです。ちょっとノーマルなやつから食べてみます。うん、パン結構ハード系でザクザクして美味しいですね。ちょっと全粒粉も入ってるのか、小麦のしっかり穀物の味がします。で、上のトマトなんですけど結構あっさりですね。多分イタリアンパセリとシンプルに塩コショウでトマトを合わせてるような感じになります。で、これがなんだろうね。レバーかな。これオリーブですね。多分黒オリーブの方のペーストですね。かなり黒オリーブなんでしっかりなんだろう、芳醇な香りというか、ちょっと癖のあるオリーブ酒はあるんですけど、しっかりして美味しいですね。味濃い。で、これがもしかしてナスかな。これ食べてみます。うん、これ何やろな。これ何やろな。何やと思う。ナス？ほんまに？ちょっともう一回ちょっと。これナスか？あ、でもナスっぽいね、この見た目が。ナスやわ。ちょっとニンニクとか入ってるよね。ナスのペーストにニンニクとかちょっと合わせて、ちょっとなんだろう、香ばしくて美味しいような感じですね。これがシンプルにオリーブオイルかな。多分オリーブオイルです。違かった。これはガーリックトーストですね。めちゃくちゃ美味しいですね。見た目ガーリック感ないんですけど、香りすごくあって美味しいです。ちょっとこれ順番決めよう。じゃあ第1位せーの、これ。あ、そっちなんや。第2位せーの、これ。第3位せーの、これ。第4位これ。あ、全然違かった。だけどこれ美味しいよね。なんか食べたことない味で、なんかすごい、なんだろう、日本でいうなんか梅干しとかさ、
そっち系のやつをなんか使った料理みたいなさ、ちょっと変わり種みたいな感じで美味しいよね。でガーリックトーストこれシンプルに美味しくない？これがグリル野菜ですね。これがズッキーニ、ナスかな、ナスとパプリカですね。ちょっと食べてみます。イタリア風なんかなこれ。あんま味ないね。多分塩かけられてないんかな。これあんまり塩の味しないんで素材の味だけでやってる感じなんですけど、でも結構ズッキーニも甘みがあるし、上のイタリアンパセリが結構アクセントになって美味しいのは美味しいですね。ナスのさ焼き加減が美味しい。ナス結構シャキシャキしてこの焼き加減美味しいですね。ちょっとお塩もらったんで後でお塩かけて食べてみてもいいかもしれないです。いいんじゃない？ちょっとお塩かけて食べてみます。あ、うまい。いやない。やっぱ塩かけるとこの素材の旨味が引き出されるというか、より甘み感じるよね。みずみずしさも感じるし美味しいです。パプリカも食べてます。これトロトロやな。トロトロっすね。バルサミコかかってんのかなこれ。フルーツやんこれ。フルーツやな。美味しいですね。甘さとちょっと酸味あるんですけど中がすごいトロトロっすね。グリルされてるんでめちゃくちゃ美味しいです。でこれがローマの伝統レシピみたいな感じでメニュー書いてあったんですけど、鶏のトマト煮込みみたいなやつですね。結構今切ったんですけどホロホロで身がすぐほぐれるような感じになってますね。いただきます。美味しい。これパプリカやな。結構このパプリカの味が染み込んでるね。パプリカの香りみたいなのがすごい感じて美味しいです。やっぱパプリカの香りがすごいですね。やっぱ味はシンプルですね。多分トマトとパプリカと塩味でしっかり調理されたような感じで、あんまりちょっとハーブも入ってると思うんですけど、そんなにハーブ臭かったりするような感じじゃなくて、素材の旨味みたいなの感じますね。美味しいね。お会計したらチェリーワインもらいましたね。飲んでみようか。うわすごいな。うわすごい。うわなんかあれですね、すごい梅酒の原液みたいなさ、すごい濃縮されたワインみたいな、すごい酸味があって美味しいですね。結構唾液腺が刺激されるような強烈な酸味があります。美味しいです。でお会計が65ユーロ。いくらぐらいなんだろうな。8000円ぐらい。8000円ぐらいか。結構満足しました。とても美味しかったです。割と素材の味を感じられるような、イタリアンで、やっぱ日本で食べるイタリアンとかと全然違うのかなっていう感じはあります。いくら？1万500円。そのぐらいな。今ご飯食べ終わって歩いてるんですけど、結構夜寒いですね。日本に比べると寒くはないんですけど、ちょっと夜は1枚着込んだ方がいいかもしれないです。今からちょっとジェラートを食べに行ってみます。寒いけどね。今何時？今8時でちょっと暗い道とかあるんですけど、治安大丈夫かなと思ったんですけど、意外と大丈夫ですね。結構
まあ8時なんでまだ人はたくさん歩いてるし、今のところまだねなんか危ないって感じたところはないんですけど、まあでも注意していった方がいいのかなと思います。結構夜でもライトアップされて綺麗ですね、建物が。ビクトリアだからビクトリア通りみたいな。ビクトリア通り。あ、でもなんか有名な建物あるっぽい感じ。こちらのジェラート屋さんちょっと行ってみたいと思います。これな。You can speak English, Japanese now. Maxi. For flavor, right? You can have 4 flavors like this. 5 flavors. Okay. グランデいいんじゃない？ Grande. Grande, just one. あ、ワン。 Come on. Just one. It's 4. どうしよう。どうしような。 You have any recommendation? Raspberry, it's very good. Raspberry? Okay, so With vanilla chocolate. Okay, one more, okay? Thank you. すごい、結構混ぜこぜできた。すごっ。美味しおそう。お、何頼んだかわからんもう。ラズベリー、マンゴー、ブラックコーヒー、あキャラメル？とキャラメル、塩キャラメルやと思う。塩キャラメル。食べてみます。こういうこれブラックコーヒー。ブラックコーヒー。これはブラックコーヒーですね。か。うん。なんかさ、エスプレッソのアイスじゃないこれ。結構しっかり濃いな。これキャラメル。塩キャラメル。塩キャラメル。うわ、なんかカリカリ入ってる。トロトロだね。うんま。なんか卵黄みたいな味する。うん。濃ゆすぎて。なんかサクサク感入ってるね。で結構塩味効いてて、ピーカンナッツ入ってる確か。塩アーモンドみたいな。やっぱ塩入れると美味しいよね。美味しいね。マンゴー。これがマンゴー。マンゴー。うわ。マンゴーも濃厚やな。美味しい。マンゴーをさ、凍らせてそのままさ、なんだろう、アイスにしたみたいな感じのアイス。これ店員さんおすすめのラズベリー。これが店員さんおすすめ。美味しい。あ、冷凍ラズベリーのさ食感あるね。ある。ちょっとつぶつぶしたこれと食感。コーヒーでも美味しいんじゃん。でも結構酸っぱくて美味しいね。ミックス。これとミックスあると思うわ、マンゴーと美味しそうラズベリー。まあ合う。これここも美味しい。こう合う？美味しいよ。コーヒーとラズベリーやで。意外と美味しい。うん。うん。なんか苦いのに甘いみたいなさ、不思議な感じ。ここもあるんじゃない？この濃厚。この境目も。塩キャラメル&コーヒー。うん、大人の味や。あ、ジェラートうま。美味しい。どれが一番好き？コーヒーかな。俺もコーヒー。あ、マジ？コーヒーこれめっちゃ美味しいめっ。ちゃ美味しい。すごいさ、コーヒー本来の味みたいな、うん全部さ本来の味するよな。すごっ。うん。なんかさ、そのままアイスになる魔法みたいなさ、魔法とか機械にかけたみたいな。かけたみたいな。ね、美味しいね。美味しい。塩キャラメルも美味しい。ジェラート美味しかったです。今日はちょっと疲れたんで、このままホテルに帰ろうかなと思います。犬多いな、やっぱり。猫全然見えへんけど。猫おらんの。
お昼ね、ホテルの近くで見たね、このサンタジェロ城だっけ、サンタジェロ城がライトアップされてたんで、ちょっと見に来ました。近くまで寄ってみたいなと思います。近くまで寄ったんですけど、結構迫力ありますね。だいぶ大きいですね。すごいな、大きいわ。ちょっとですね、正面の方にも建物があるんで、ちょっと見て回りたいと思います。ちょっと寒いんですけど、夜のサもめっちゃ気持ちいいですね。うん、空気澄んでる感じでね。見る見えるそう、散歩しててあれ気になって歩いてきたんですけど、多分あっちからバチカン市国ですね。あれが多分バチカン市国の入り口になってるんかなと思います。この広場の中まで入れましたね。結構360度の建物になっててめっちゃ綺麗ですね。近くまで来てみました。結構でかいですね。写真とか結構綺麗に撮れそうですね。カモメが超いますね。でっかいな、カモメって。ほら広げるとさ、羽、高さがわしぐらいあるけどさ、歩き方かわいい。ベタ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 って歩くね。ほら、なんでこいつら海になってるすごい、夜でも見えるんやな。うわ、餌やってるか。すごい、ちょっと糞怖いかも。うわすごいね。ちょっと夜になって風が強くなってきて寒くなってきたんで、そろそろ帰ろうかなと思います。お、だいぶ明るくなったね。あ、ちょっと雨降ったんで結構匂いが、なんだろう、雨の匂いしますね。どっちだっけ、こっちか。ちょっと今8時なんですけど、8時からカフェとかお店が開くところがあるので、ちょっと朝ごはんを食べに行きたいなと思います。一応さ、この道も車通れるからさ、こんな標識あるね。本当だ。一方通行みたいな。右見て左。
じゃあ川崎見ようか。ちょっとこの路地にいろんなカフェとかお店があるみたいなんで見てみます。見て、ここマーケットになってる。本当だ。お、すごいマーケットじゃん。おお、すごい。ちょっと見てみよう。今準備中みたいやな、まだ。あ、でもほら野菜がああ、いいね。いっぱいある。見て、黒いも。黒い。野菜もさ、ちょっとネギとかも形がさ違うね。こっちのやつ。見て、キャベツ、紫キャベツだ。縦長。ラディッシュとか美味しそう。あ、紫白菜。白菜かこれ。あ、白菜っぽい。白菜っていうんかな。キャベツかも。ね、ちょっと名前わかんないけど。ここれ何？ラディッチオカルビボ。夏野菜多いな。これもわからんし。これさ、かぼちゃの花じゃない？これズッキーニじゃない？ズッキーニ。同じじゃん、この頭のところが。トマトの色めっちゃいろんな色ある。トマト種類すごっ。もうさ、枝付きのトマトさ、枝の香りが美味しいよね。すごい。ちょっとぐるっと見ようよ。見て、デカナス。大きい。でかない？拳以上のでかい。うわ、パプリカでかっ。パプリカこれ拳4つ分ぐらいあるんじゃない？1個で炒め物できるの。昨日食べたのもでかいやつやったんかもな。はい、ごめんね。すごい。ん？ジャパン？こんにちは。こんにちは。Very good, sir. Vinegar balsamic. Vinegar Vinegar and tourist. I have also opened samples, sir. This is 20 years old vinegar balsamic. Oh. This is thick balsamic vinegar, sir. This one. Oh, very thick, yeah. ちょっと結構押し売りが強い感じだったんで、また後で、結構営業がすごかったね。また後で行くような感じしました。わ、チーズすごい。このサイズで売ってるのすごいな。サラミも美味しそう。あ、チーズでっかい。やっぱ日常的にさ、チーズ消費するんだろうな、こっちの人。サラミうまそう。サラミ見て、これレモンがっつり入ってるチーズの中。入れちゃうね。レモンフレーバーなんだ。入れて発酵させるってことなのかな。味見させてくれる。あ、ちょっと待って。スパイスすごいね。やっぱインドとかとさ、全然違うスパイスやね。ドライハーブとかさ。ハトーリア。ハトスパイス食べんの？こちらのパン屋さんに入ってみたいなと思います。すごい、結構綺麗。奥にもいっぱいあるね。フランスパンがさ、あ、グラノリじゃん。だから少量で買えるのかな。
This one? Pizza margarita? Yes, cheese. One, yeah. And, どれ ソグリアでミネ。ソグリアでミネ。ソグリアでミネ。あ、the upper one. Upper one. 会計は後でここで別のカウンターで払う。会計は全部で 4.5 ユーロです。店員さんに言ったらピザの方は温めてもらいました。いただきます。サクサク。トマトソースがめっちゃ美味しい。なんかすごい本格。トマトソースがめちゃくちゃ美味しいこれ。これが？アップルパイみたいな。あ、本当や、リンゴ入ってる。めっちゃリンゴ美味しい。上に切れ目入ってる。食べやすい。美味しいこれ。そうピザはもう。リンゴサクサクやね。リンゴサクサク。自然の甘みで、パイ生地パリパリで美味しい。続いて、こうね、気になってたエスプレッソバーもね、行ってみたいなと思います。渋いね。ちょっと今回はカウンターでサクッと飲みたいなと思います。マダムがあそこでエスプレッソを作ってくれてます。Thank you. イタリア式やって。飲んじゃおう。美味しいね。砂糖入れさせて。イタリアは結構こうやって砂糖をしっかりちょっと少ないですけどがっつり入れて飲むみたいです。で、今クリームと液体があるんですけど、これが入れたてのうちは一体化してるらしくて、一体化してる間に飲み切るのが一番美味しいそうです。美味しい。もうちょっと砂糖かな。あ、甘いのうまいな。しみるな。じゃあお金払っていきますか。本当1、2分、3分ぐらいかな。ですぐサクッと飲んだんですけど、お会計が 2.4 ユーロで1人 1.2 やな、1.2 ユーロくらいでした。気合入ってる現金だけって聞いてたけどカード入れた。結構小さい店でもカード使えるケース多いですね。もう一軒気になるパン屋さんがあるんで、ちょっと3軒連続ですけど行ってみたいなと思います。すごいな。すごいな。パンやけどお菓子菓子パンみたいな感じだね。すごい美味しそう。This one? Yeah. That's all, thank you. だってこれも食べたい。甘いのばっかだけど大丈夫かな。もうその食べたるよ。これ食べたい。ナポリタンね。これがハムチーズパンとクリーム入ってるかな、甘いパンとピスタチオですね。あとカプチーノも頼みました。いただきます。いただきます。これからちょっとあったかいわ。食べてくれたんかな。食べてくれた。中にハムとチーズが入ってます。美味しい。
ハムがさめっちゃ柔らかくない？口の中でちょっとさほぐれるね。繊維ほぐれる感じで美味しい。結構あっさりなんですけど生地がパリパリして軽くて美味しいですね。朝ごはんにめっちゃ向いてると思います。これが甘いパンですね。クロワッサンみたいな生地やな。繊維っぽい。うわバリンバリン。バリンバリン。なんかちょっとクリームパンみたいなさ甘いカスタード系のクリーム入ってて美味しい。食感すごいわ。ちょっとなんか香りがする。何の香りだろうこれ。なんか独特なハーブの香りするね。シナモン？レモンっぽい。うん、レモンっぽいね。これを食べてみていい？ハムに来てくれてる。ピスタチオ。美味しい。ピスタチオ全面に来ると思いきや、もう生地か下の素材がレモンで、レモンの香りがすごい。マーマレードみたいなレモンの味にピスタチオが後できて美味しいわ。めっちゃうまい。イタリア人の人は1日にエスプレッソをなんか 4,5 回飲む人がいるらしくて、朝はエスプレッソの代わりにカプチーノ飲んだりもするみたいです。朝ごはん代わりに。上のがふわふわに美味しい。ごちそうさまでした。お会計は19ユーロか、2000円ちょいかな、くらいでした。ごちそうさまでした。朝ごはんでもう3軒行って、今ちょうど9時半ぐらいなんですけど、結構明るくなってきましたね。今日は雨だったんですけど、雨も上がって日が照ってきて、だいぶ暖かくもなってきました。ちょっとですね、帰り道にスーパー見つけたので寄ってみます。外観この建物なんですけど、この中がスーパーみたいですね。Ah, la capoccia. お肉なんですけど、ひき肉 400g、 何肉だ？ 400g で1000円ぐらいしますね。めっちゃ高い。なんかいい肉なんかな。鶏肉とかはこれ鶏のささみかな。ささみか、ささみみたいなんで500ユーロ、 5.49 ユーロ。5ユーロか。結構高い感じするな。生パスタ来ない。本当だ。普通の乾燥パスタもありますね。そう、なんか細いパスタよりこっちの方が種類多い。そう、ショートパスタは結構種類多くて面白いですね。これ昨日食べたリガトーニだと思うんですけど、やっぱこういうショートパスタ、こういうやつとか結構使われてますね。生ハムもかなり充実してますね。生ハムとチーズが。そう、美味しそう。美味しそう。
この中で好きな銘柄とかさ、好きなタイプとかあるんかな。それぞれ何に重きを置いてるか分かる。そうやっぱ全体的に野菜高いですね。1袋 2.2 ユーロ野菜しますね。マッシュルームとかも 2.6。いっぱい入ってる。一番安いレタスとかこの辺で 0.9 か100円150円ぐらいかしますね。あとスーパーですけどパンコーナーがすごいですね。パン屋さんに売られてるレベルのパンとかが結構ありますね。反対側もいっぱいある。あと自分で測ってここで値札つけて買ってるみたいですね。イタリアの中結構こういう2人乗りの車ありますね。あっちも全部2人乗りの車なんですけど、多分道が小さいんで狭いんで、こういう2人乗りの小さい車が結構需要あるかなと思います。最寄り駅まで、ホテルの最寄り駅まで着きました。最寄り駅地下鉄の中めちゃくちゃ警察多かったですね。アナウンスでもスリに気をつけてとか、警察の人にも直接ポケット閉めたかみたいなと聞かれて、かなり警戒されてるみたいですね。あ、すごい。すごい。うわ、スペイン広場の近く？スペイン広場もしかして。いや、スペイン広場はもっと違うと思うんですけど。ポポロ広場やね。ポポロ広場か。すごい。広場のクオリティが高いな。そしてあっち。すごい。この中にホテルあるの面白いな。Sai 20 euro quanti grammi ne sai? おしゃれ通りやな。でもさ、イタリアさ、もう電光掲示板あるじゃん。めっちゃおしゃれじゃない？レトロな感じ。さ、ファーマシーのさ、十字架なってるやつのおしゃれやない？めっちゃパターン多くない？めっちゃパターン多いね。Six more. Nimm was mit!今回泊まるホテルが多分ここですね。またホテルタイプ、あった。アパートタイプ。ピンポンオンとすればいいの。書いてあった？あ、本当だ。何も書いてないかも。めっちゃ綺麗。いや、こんな感じですね。まあホテルなんで簡素な感じなんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。いい匂いしますね。外もこんな感じです。で、お風呂場が結構広いですね。独立した一つの部屋みたいになってます。トイレも広くて綺麗ですね。じゃあ今からホテル周辺を散策してみようと思います。今からスペイン広場に向かいたいと思います。スペイン広場はミサンガ売り、詐欺師のミサンガ売りがいっぱいいるらしいんで、気をつけながら行きたいなと思います。
統一感悪くない？この壁の色がピンク色みたいな。ここがスペイン広場ですね。これか、この段々なってるところ。結構人多いですね。ここだけ極端に。もっとひったくりとか注意しながら歩きます。あ、でも警察いっぱいおるね。すごい上にも教会あるね。いい匂いする。お腹減ってきた。食べたのにめちゃくちゃわあすごい。警察だらけ。おらんね、ミサンが売り。目光らせてんねやろな。ちょっと期待してた。うん。ああすごい。何気階段多いね。うわすごい。Abu Kifano. すごい。通りが見える。ね。人多いね。教会の中も入れそうなんで見てみます。なるほど。入るにはお金。写真撮ったらいけなさそうやな。結局スペイン広場って何なんだろうな。なんかこの階段が有名。一人だけいましたね。ポケットの中にめちゃくちゃたくさんミサンが入った黒人の人が。でも全然話しかけられたりとかはしませんでした。観光地の真ん中ですけど、軽くエスプレッソ飲んでいこうかなと思います。この店は先払いですね。マキアート2つで5ユーロでした。でこの店イタリアの中で2番目に古いエスプレッソバーみたいですね。ゲーテだっけ？ゲーテとかダンテとかも昔訪れたらしいです。来ましたね。ちょっと可愛いハートみたいになってるよ。本当だ。入った。やって。めっちゃ可愛くない？この欲しくなるぐらい。いただきましょう。砂糖は？
きます。うまっ。泡がめっちゃクリーミーやな。あー、元気なるわ。これなんなんやろね。アメちゃん。飴？コーヒー飴。チョコやな。うん。サクサクが入ってるチョコやな。美味しい。泡がもったいない。ここをまっすぐ行くとトレビの泉ってとこに行けるらしいですね。トレビ。空が綺麗。ここやな。めっちゃ人多い。ここがトレビの泉ですね。お金投げるところですね。コインとか。お、投げてる。いっぱいコインあるわ。入った？入った。おお。入った。入った。すごい。こうかけても収まらんぐらい。人がすごいね。今からバスでコロッセオまで行きたいなと思います。そう、目の前に降りれましたね。でかい。もうちょっと引きで見ないといけないですね。でっかいな。これボコボコになってる。なんで？襲撃受けたんかな。いや、まんべんなく襲撃受けすぎやる。でもわざとなわけないよね。劣化してんの？劣化？砲弾受けたとか。あ、でもそういう場所じゃないんかな。まんべんなさすぎる。これ中も入れるみたいですけど、この時間は閉まってますね。4時半からかしら。もっと早く来たら入れたかな。コロッセオの反対、コロッセオの向かいに高台みたいな登れる場所があったんで行ってみます。まさかのここにミサンがめっちゃいますね。充電器よりも前。めっちゃおった。ここは綺麗に見えますね。なんだこの橋。真ん中に椅子ある橋珍しいな。何時？今ね、5時半。 5時半か。やっぱ暗なるの早いな。お店かなりおしゃれな感じですね。
席数もかなり多くて、一つ一つの席がおしゃれでこだわりがありますね。細いか。あ、待って。これが150度メナブレブレア分からんけど、イタリアのビールかな。ラガーって書いてありますね。レモネーうん、イタリアって書いてあるわ。とレモネード、なんかラベルかわいい。じゃあ乾杯。ド。おお、ワイングラス。ワイングラスできた。あ、飲みやすい。なんかラガーなんだけどさ、ちょっとレモンみたいなさ、爽やかな感じ。めっちゃ後味があんま残らんで飲みやすい。飲みやすい。うん、めっちゃ好きかもこれ。すっきりしてる。フライドアーティチョークですね。アーティチョークって初めて食べるんですけど、キク科の野菜、うん、美味しそうですね。カリカリ、香りがいいわ。いただきます。あ、ボロ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 っていうかサクサク。ザクザクや。あ、これめっちゃうまいこれ。うん、美味しい。なんだろうな、なんか例えようないけどさ、ちょっとカリフラワーの揚げたやつとかさ、確かに。なんかホクホクしてて、ほんと旨味あるような味。つぼみの部分らしい。美味しい。めちゃくちゃ美味しいこれ。ゆり根っぽいらしい。ああ、ゆり根ね。食べたことないゆり根。美味しい。これサクサク。うん、めっちゃ花か。これが何ペペやったっけ、忘れたな。カチオエペペ。カチオエペペみたいな、ローマのオリジナルのパスタみたいですね。結構チーズの香りがしてますね。草が長いな。美味しい。長い。うん、もちもち。こう取るのが正解なのかな。多分シンプルチーズのパスタやな。うん。チーズと塩コショウの味付けって感じ。チーズの香りがさ、ちょっと発酵したようなさ、香り、独特の香りが楽しめていいね。麺美味しくない？これアルデンテだけど生パスタみたいな感じの美味しさやな。めっちゃ美味しい。でこちらがタラとブロッコリーのスープですね。タラ大きいね。しっかり入ってる。揚げてるのかな。なんかブロッコリーが入ってますね。ロマネスコって書いてある。あ、ロマネスコじゃん。ブロッコリーがこれロマネスコっすね。うわ、美味しい。美味しい。柔らかい。溶ける。ブロッコリーの味する？めっちゃする。タラ食べてみよう。1個取ったらいい。いや、まあ、スープやからこうやって。美味しい。このさ、表面がさカリカリ。カリカリというかめっちゃ香ばしい。これどうなってんの？で結構さ、タラがさ、塩分濃いめでさ、噛めば噛むほど旨味がめっちゃ出てくる。ちょっと熱いよ、気をつけて。スープは優しい感じ。ブロッコリーとよく合うわ。めっちゃ美味しいこれ。おいしい。これがソーセージとブロッコリーの炒め物なんかな、からないけど合わせたやつですね。グリルか。食べてみます。美味しい。ウインナーがハンドメイドみたいな。ひき肉みたいな感じ。
食べ応えがある。でやっぱ噛めば噛めほど味が出るね。ミンチ感があってさ、すごい美味しいね。旨味がすごいわ。さ、周りの野菜がさ、ちょっとさ、漬物感あるみたいな感じ。酸っぱい匂いする。日本でいう高菜じゃない？高菜みたいなさ、漬けた感じなのってさ、美味しいね。ちょっと渋い味だけど美味しいわ。ちょっとピリ辛じゃない？うん。デザートを注文してみました。これがモンブラン、これがクリームブリュレですね。あとハーバルティー、アップルとアーモンド、リンゴとアーモンドのハーバルティー頼んだんですけど、南部鉄器みたいなのできましたね。めっちゃ重い。すごいな。ほんまに入お、ってる。すごい。アーモンドとリンゴだ。あ、めっちゃ香りいいわ。ちょっとうわ、色が思ってた色と違う。よいしょ。重たい。食べてみますか。いただきます。クリームブリュレからバキバキ割るんかな。カラメルやな。バキ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 。いただきます。美味しそう。本場のクリームブリュレ初めて。すごいね。超うまい。これもさ、なんかメレンゲがみたいなのがザクザクなんやけど。硬いね。移動してるけど大丈夫？あれか。凍ってる？いや、凍ってはない。メレンゲやね。あ、メレンゲなんだ。美味しい。食べてみて。押さえとくから。ああ、そうそうそう、上手。ーで、こうか。難しいね。美味しい。メレンゲ。溶ける。うん。メレンゲだから中の生地ないけどさ、上の栗の旨味がわかるよね。けどさ、あんまりさ、栗めちゃくちゃ栗って感じじゃなくない？どっちかというと、なんだろう、和菓子じゃなくて、なんていうんだこれ。もうちょっとここ味削っていい？なんて言えばいいのかわかんないけどさ。美味しい。あんまり栗って味しない。軽い。軽い感じ。美味しい。ちょっとわからん。で、ハーブティーどうだろう。アーモンドとアップルって見えひんよな。でも店員さんおすすめや。あ、美味しい。なんだろうな。アーモンドだけど、ちょっとやっぱシナモンアップルとかあるじゃん。ある。ああいう感じでやっぱりちょっと香ばしさがあって美味しい。美味しい。香ばしいリンゴアップルティーみたいな、ちょっと独特のさ、穀物というかナッツ感があって美味しいよ。ごちそうさまでした。会計109.5ユーロですね。まあ、ちょっと高めですけど、はい、全部美味しくて満足です。今からちょっと駅の方まで歩いて、あとエスプレッソマシンが欲しくなったので、専門店をちょっと見に行こうかなと思います。テルミニ駅に着いたんですけど、多分お店がこの中ですね。この辺とかないかな。違うかな、場所的に。違いそう。そっか。あったあったあった。そうだ。ビアレっていう店かな。ビアレっていう。ハロー。バラテラ。ですよね。欲しいね。おしゃれやなって時に。これが一番小さいのが1人用みたいですね。で、これが2人用ですね。多分強制的に2つ出てくる。で、これが3人用、4人から5人用かな。大家族。このサイズで
1人用2人用のこのサイズがないのがちょっと残念ですけど、これ買えってことなのかな、この辺りが2人用らしいですね。これとかこれとかかななんですけど、結構これが可愛いですね。モダンな感じのデザインなんですけど、これ可愛いのでこれにしようかなと思ってます。値段は42ユーロですね。大きいサイズになっていくと値段が高くなっていくみたいですね。結局このデザインにしました。あとコーヒー豆とフィルターも合わせて買って55ユーロくらいでした。暗くなるとさ、ちょっと薄暗いとかやると急にさ不気味になってくるよねこの遺跡が。急に今日は曇りやね。